今回のテーマですね、こちらになっております。うんランチェスター戦略とは、はい、ランチェスターね。はい。初めて聞いたという方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、その名の通りですね、ランチェスターさんが第一次世界大戦の時に自分の書籍でですね、公表されたというところで、その後、軍の戦略として取り入れられたっていうところなんですよね。これって今、そのマーケティングでもランチェスター戦略ってよく聞くと思うんですけども、これがなんでマーケティングに利用されたりとかなってきたんでしょうか？俺、ランチェスター戦略の専門家ではないねんけれども、要は戦略っていうぐらいやから、基本的には戦争論なのよ。戦略ってさ、HR 戦略って言ったり、マネージメント戦略って言ったり、マーケティング戦略って言ったりするけど、基本的には全部戦争で、ランチェスターさんが言うのは、事情をかけたときに、例えば10人対10人やったら力は均衡しているけれども、時間と量って言ってるんだよ。同じ勝負やけれども、この人たちが2倍働いたら勝てると。プラス質。なるほど、なるほど。だから、ブラック企業になれと。要はそういうこと。要はそういうことや。本来は。だけど、ここも勝たなあかんわけやんか。じゃあどうするかっていうと、もともとじゃあ、ここはブラックで2倍でいってた。でも、こっちは質でいくっていうふうに決めたら、仮に利益を残すのか、売り上げを上げるのかの戦略にもよってくんねん。だけど、利益を残していくっていうんだったら、人数を減らしたり、してスリム化させといて、このところが戦ってへんところで戦ったりすることがあったり、もともと戦争論で局地戦とか、ゲリラ戦とか、そういうところで用いられてたものが、これなんか聞いたら、いや大阪と東京の範囲でも局地戦とか使えるなとか、空中戦とか使えるなとか、そういうふうになんかみんな認識してきたわけよ。それでランチェスターを広めた人で武田洋一先生という人やる。で武田洋一先生もう多分何歳ぐらい90歳ぐらいなんかな。で俺武田洋一先生が語っている CD 全部持ってんねんけど、ああそうなんですか。もうその CD が今動くかも分からへんし CD を聞くこともないから俺はできればオーディオにしてほしい。デバイスがちょっとデバイスにしてほしい。そうしてほしいねんけど、ほんまにもうめちゃめちゃいっぱいあるわけ。だからその広めたのは武田洋一さんや。そっからで武田洋一さんから神田正則さんっていう人とかに受け継がれて、ランチェスターっていうのが言葉を変わって、普通のマーケティングの名前に変わっていただけで、実際今みんながやってるようなマーケティングの中の3割4割ぐらいはランチェスターの考え方は確実に入ってると思う。もうこれは全て武田洋一先生のおかげ。武田洋一先生ありがとうございます。だからそれをだからランチェスター協会みたいなのがあって、それをもう一気に15年ぐらい前にはもうかなり普及してたよ。インターネットが出始めた時で1998年ぐらいが Windows98 ぐらいだけど、それから2005年とかなってきて少し、XP とか出始めたタイミングで、このランチェスター協会とか、マーケティング戦略協会みたいな、俺は入ってへんけど、なんかかなり活発になってたよ。そうなんですね。で MBA とかでもそのランチェスターとは絶対に言わへんけれども、ボストンコンサルティンググループとか BCG が作ったところとかが考えたそのマーケティング戦略はこうだよってで紐解くとランチェスター結構あったりする。なるほど。そう。もう裏話だけど、そこを知ってるのと知らないのとではなんかやっぱりちょっと違うから、ぜひ調べていただいてもいいですし、もし僕の記憶違いやったらそこはまた訂正させてもらいます。ありがとうございます。勉強になります。で、これよく弱者の戦略とかって言われてると思うんですけど、5つほどですかね、あるっていうふうによく目にするんですが、このスライドでも上げさせてもらうんですけど、まず1つ目にこの局地戦とかって言われるその弱者の戦略がある。これってどういうことなんですか？ビジネス的に言うと局地っていうと狭いところを集中していくっていうイメージかなと思ったりとかするんですが、なんかそういうような感じなんでしょうか？例えば分かりやすいのはコンビニのローソンとセブンイレブンで比較したらいいと思うねんけど、セブンイレブンっていうのは、ほんまに局地戦やねん。でローソンっていうのは本当に日本各国世界中に出していくタイプやって、局地戦っていうのはその地域ローカルでビジネスを展開していくことやねんけれども、最大のメリットっていうのはああいうコンビニって賞味期限とか消費期限とか在庫とかあるわけやんか、近ければ近いほど、これいきなりステーキとは考え方は違うねんけれども、あれは完全にカニバリゼーションしてるねんけど、商品を簡単に渡せるわけ。わかる？コンビニってまた考え方が違うから、どこにあっても
便利は便利やんか。そうですね。あんまり近くやったらあかんけど、じゃあそこの商品が品薄になったなと思ったら、その他店舗からその商品を渡したりとかすることができると。それは今の FC 契約がどうなってるかまでは分かれへんけれども、できる限りその地域で強いようにするというのが局地戦。なるほど、なるほど。もう一歩視野変えてみると、例えばイオンとニトリ、どっちも郊外型やと。だけど、ヨドバシカメラとかさ、まあそれは家電量販店になってくるけど、そっちは結構地方ではなくて都心部に出していくと。あれも全然その局地戦っていう考え方とすごく似てて、ニトリとかイオンとかっていうのは車で家族で行けるようなところを MBA の資料とかにも載っててんけど、そういう戦略があって、その代わり地方やから土地が安い。だから大きな工業施設を作れると。で、車とかたくさん入れられるから、たくさんの店舗も入られるし、人もたくさん来れる。離れてるから、都心部より競争戦で済むっていうのも局地戦というのがあったりする。そういう地域的な局地戦っていうこともあれば、サービス的な局地戦っていうのもあったりするよね。なるほど、なるほど。なんか幅広く全部網羅したサービスよりも、もう一点突破のサービス。なるほどですね。地域だったりとか業種をどんどん絞ってそこで戦っていくという。そうやな。セブンイレブンの言い方ちょっとど忘れしちゃったけど、なんかあれは完全に局地戦の戦略使ってて、どこそこの地域、確か四国のどっかは全然セブンイレブンなかったと思う。北海道とかも。もうそこはもう選んでいってるっていうことですね。そうそうそう。なるほど、なるほど。そういう戦略的にはもうかなり有効な手法だというところ。強者やのに弱者の戦略取ってきたから。まあ、そうですね。それがすごいところやった。なるほど、なるほど。そうそう。セブンイレブンさんなんかも最大手だと思うんですけど、一番強い。そこがこういう戦略を取られることもあると。だからさらに局地戦っていう意味では、セブンイレブンが一番最初にオリジナルブランド、プライベート、PV 作ったんや。今ってもう普通やろ。セブンイレブンのお菓子とか、おにぎりとかって。そうですね。ローソンのおにぎりとか。一番最初作ったのセブンイレブン。そうなんですね。ああいうのも局地戦に近いと思うね。自分のところで、このおにぎりとか、このお菓子はどのタイミングでいつ売れるのかっていうのを分析して、で、それはその地域ごとに全部分けて見るわけよ。じゃあ、その地域はどれぐらい雨の日、月火水木というなどの曜日、あるいは祝日、どれぐらい仕入れすればいいのかっていうのが分かっとけば、もう自分で作った方がええ。なるほど。仕入れるより安いから。なるほどですね。あれも局地戦の強みとかやってるわけ。なるほど、なるほど。リスクを極力こう少なくする、減らせるっていうところですね。だから普通に仕入れて500円より作って50円。で、お客さんも安く手に入る。今まで150円のおにぎりが100円で買えると。だけど、セブンイレブンの売り上げはそこまで150円にはならないけど、利益は80円ぐらいになってる。仕入れてたら、利益は10円とかも。そういう考えやから。なるほど。だから利益で見なあかんけど、局地戦って本当に一つのことだけで見るんじゃなくて、そこから派生するそのプロダクトの全ての動きっていうのをちゃんと分析することが弱者の戦略の入り口やね。なるほど。そうそう。局地戦をすることが弱者の戦略ではなくて、局地戦にしてから分析をしやすくすることが局地戦の最大の考え方。なるほどですね。そう。これを、みんなやってくれるとすごくいい風になるんちゃうかなと思いますけどね。なるほど。ありがとうございます。